こんにちは。今回はフリーキャドでコースターとスタンドを作りながら別々の部品をどうやって配置するのか、その考え方の基本を解説していきます。複数の部品を作る方法、それから基本的な座標系の概念のお話となります。一見シンプルな内容ですが、この考え方がわかると複数の部品を組み合わせる、自由な位置に配置するという操作が理解しやすくなります。動画内で登場する機能の使い方は別動画で解説していますので、概要欄のリンクから合わせてご覧ください。さて、コースターとスタンドですが、この2つはくっついていません。それぞれが別の部品です。今回のポイントは、別々の部品を作って位置を調整して配置する方法を学びます。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒にやってみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずはコースターから作っていきます。パートデザインワークベンチになっていることを確認しましょう。パラメトリックボディをクリックします。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図しますので XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので、設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。では円を描いてコースターの円盤形状を作成します。円形の中心は原点、直径は 80mm のサイズとします。円ツールを選びます。原点でクリックしてそこから円を描きます。画面上に円の直径を入力するエディットボックスが表示されます。 80mm と入力してください。この円を立体化してコースターの形状とします。スケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。続いてパッドアイコンをクリックしてください。長さを 5mm とします。これがコースターの厚みとなります。あとはお好きなように模様を彫ってみてください。ここではマルチ変換を使ってシンプルな市松模様を2倍速で作成します。マルチ変換は別の動画で解説しておりますので、概要欄リンクからご視聴ください。正方形のへこみをマルチ変換機能の直線上パターンと軸集上パターンを使って並べます。原点を中心に正方形のへこみを作成して直線上パターンで縦横に配置します。それを軸集上パターンで4方向に回転コピーして市松模様を作成しています。お好きな模様を作成してみてください。では次にスタンドを作りますが、新しくボディを作ります。今回の重要なポイントですが、コースターとスタンドは別々の部品として扱いたいですよね。同じボディの中に作ることもできますが、その場合コースターとスタンドが一体のモデルとして扱われます。そのためコースターとスタンドを別々のボディに分けて作るのが基本になります。ではスタンドを作る前に現在表示しているコースターが邪魔なので非表示にします。モデルツリーのボディの左横に目のアイコンがあるのでクリックして非表示にしてください。ではスタンドの作成を行います。まずはスタンドの底板を作ります。ボディアイコンをクリックしてください。モデルツリーにボディ001が生成されました。ボディ001を右クリックしてください。アクティブなボディになっていることを確認してください。複数のボディを扱う場合は必ず対象のボディをアクティブにする必要があります。それではスケッチアイコンをクリックしてください。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。では円を描いてスタンド底板の円盤形状を作成します。円の中心は原点、直径は 100mm のサイズとします。円ツールを選びます。原点でクリックしてそこから円を描きます。画面上に円の直径を入力するエディットボックスが表示されます。100mm と入力してください。
この円を立体化してスタンドの底板にします。それではスケッチを閉じます。ではパッドアイコンをクリックしてください。長さを 5mm とします。これがスタンド底板の厚みとなります。それではこの円盤の上面を選択してスケッチアイコンをクリックしてください。円を描いてスタンドの柱を作成します。円の中心は XY45mm、0mm、直径は 10mm のサイズとします。円ツールを選びます。画面上に表示されている座標を見ながら XY45mm、0mm のポイントでクリックしてください。円の直径を入力するエディットボックスに 10mm と入力してください。この円を立体化してスタンドの柱にします。それではスケッチを閉じます。ではパッドアイコンをクリックしてください。長さを 55mm とします。これが柱の高さとなります。ではこの柱のパッド002を選択して軸集上パターンアイコンをクリックしてください。回数を3に設定します。これで柱が3本になりました。スタンドの完成です。では最初に作ったコースターのボディを表示してみましょう。スタンドの底板にコースターの模様が描かれているように見えます。どういう状況かと言いますと、コースターとスタンドが同じ場所に重なっています。見づらいですが、これが正常な状態です。ここでなぜ重なってしまうのかを理解するために、フリーCADの座標系について少し整理します。フリーCADには 3D 空間すべての基準となる絶対座標系、グローバル座標系が存在します。すべての部品は基本的にこの座標系の原点を基準として作成されます。そのため現在コースターとスタンドが同じ原点に作成されているため重なって見える状態になっています。コースターのボディのプロパティを見てみると、プレースメントという項目が存在します。プレースメントはグローバル座標系の中でどこに配置するかを決めるための項目です。ボディを新規で作成すると、まずはグローバル座標系の原点に配置されます。つまりまずはグローバル座標系の原点にボディを作って後から位置を調整して配置するという流れになります。ではコースターを移動して重ならないように位置を調整してみましょう。プレースメントの X、Y、Z の値を変えることで位置を移動することができます。X で横方向、Y で奥行き、Z で高さ方向です。X、Y、Z それぞれ値を変えてコースターを移動してみてください。回転もプレースメント項目で設定できます。回転は少々分かりにくいです。軸と角度の項目で設定します。例えば X 軸で回転したい場合は軸を X、Y、Z、1、0、0に設定してから角度を設定してください。X 軸方向を回転の軸として角度が傾いていくのがわかると思います。このようにボディを別々に分けたことで独立した部品として位置や角度を調整できます。もし同じボディの中で作っていた場合、意図した位置関係で配置するのが難しくなります。部品ごとに作って後から配置するのが基本的な流れになります。ちなみに変換、トランスフォームという機能を使えばマウスのドラッグ操作で直感的に移動、回転ができます。ボディを右クリックして変換をクリックしてください。背景画面の通りマウスドラッグで自由に移動ができます。回転も簡単にドラッグ操作できます。さらに自動的にオブジェクト同士をドッキングする機能もあります。まずドッキングしたい面を選択します。今回はコースターの裏面を選択します。次に他のオブジェクトへ移動ボタンをクリックします。最後にドッキング先を指定します。スタンドの底板上面を選択します。この通りスタンドに乗っかるようにコースターを配置することができました。変換機能の詳しい使い方は別動画で解説していますので概要欄リンクをご覧ください。補足ですが、変換機能以外にも配置機能というのがあります。プレースメントプロパティの右端の3点リーダーアイコンで表示できます。専用の操作画面から設定できます。今回はこういう機能もあるという紹介にとどめておきます。
ポイントをまとめます。それぞれのボディは一つの部品として扱います。複数の部品を作るときはボディを分けて作成します。プレースメントは部品をどこに置くかを決める機能です。移動や回転を使って位置関係を調整します。すべての部品は最初は同じ場所、原点に作られます。そのため重なって表示されます。部品ごとに作って後から配置する。これが 3D 設計の基本的な流れです。また、例えば背景映像のように別のボディで蓋を作ってコースターがバラバラにならないようにアレンジしてみてください。今回はコースターを積み上げるだけのスタンドでしたが、立てかける形状なども作ってみてください。また、プレースメントの値を変えていろいろな配置パターンを試してみてください。今回のFreeCAD超入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。